どこにでもあるような静かな日の出前。小鳥のさえずりが聞こえ始める前の一番深い闇の中、71歳になる和夫さんと68歳の明美さんは2人で暮らしています。長年勤め上げた会社を辞め、ゆっくりとした時間を過ごす毎日。朝は温かいお茶を飲み、夕方は庭の鉢植えに水をやる、そんな穏やかな日々でした。けれど最近、明美さんは小さな違和感を覚えていました。夜中の3時ごろ、隣で眠る和夫さんの呼吸が少しだけ荒くなるのです。本人は気づいていません。ただの寝返りだと言い、笑い飛ばしていました。スマートフォンの画面を見る明美さん。夜間はマナーモードにしてある画面。静かな睡眠を守るはずのその端末が実は大切な兆候を知らせてくれる道具になるとは、この時2人はまだ知りませんでした。言葉には出さない小さな胸騒ぎが静寂の中にそっと混ざり込んでいました。最初は本当に些細なことでした。夕食の後、和夫さんが少しだけ胸を押さえるような仕草を見せる。どうしたの？そう尋ねても、いや少し食べ過ぎたかな。そう言って笑うだけでした。でも明美さんは見逃しませんでした。日中の散歩の時、いつもより歩くペースが少しだけ遅い。階段を上った後、呼吸が整うまでにいつもより時間がかかる。高齢になると脈拍の乱れや血圧の変動が夜間に起こりやすくなると耳にしたことがありました。枕元に置かれたスマートフォンの存在が気になり始めます。多くの人は夜間の通知を遮断するためにお休みモードを使います。けれどバイブレーションの強さや特定の時間だけの通知設定は深夜の異常に気づくための貴重な合図になり得ます。ほんの少しの違いが感。でもその変化は確実に忍び寄っていました。夜が来ることが少しだけ怖くなりました。明美さんは枕元で小さく息を潜め、和夫さんの胸の動きを見つめる時間が増えました。部屋の時計の針がカチカチと音を立てる。和夫さんは静かに眠っているように見えます。でも時折手足が冷たくなり、うなされるような小さな声を漏らす。私に何ができるのだろう。暗闇の中で明美さんの目に小さな涙が浮かびました。長年寄り添ってきた大切な存在。もしもこのまま朝が来なかったら、そんな恐ろしい考えが頭をよぎり、胸が締め付けられます。誰にも相談できず、一人で抱え込む不安。でも泣いているだけでは何も変わりません。明美さんはゆっくりと息を吐き、暗闇の中でスマートフォンを開きました。画面の眩しい光を手で遮りながら、明美さんはスマートフォンの設定を開きました。ヘルスケアの連携機能と特定時間のアラーム、多くの人が見落としがちな緊急時バイブレーションの設定。画面に表示される小さな項目を一つ一つ確認します。午前3時ちょうどに一度だけ画面を光らせず、強い振動だけを伝える設定。この振動なら私だけが気づけるかもしれない。手首につけるスマートウォッチの通知とも連動させました。それは大げさな機械ではなく、日常の道具を使った小さな工夫でした。これでいい。明美さんは静かにスマホを伏せました。命を守るための準備は誰にも知られず、深夜の静寂の中で完了したのです。その夜も静かな闇が部屋を包みました。午前3時ちょうど、腕元でブブッと短い振動が響きます。明美さんは静かに目を覚ましました。隣の和夫さんを見ると、額にうっすらと汗をかき、脈拍が少し乱れている様子でした。明美さんは慌てず、
ゆっくりと起き上がり、用意しておいた温かい白湯をコップ一杯準備しました。お父さん少し起きて声をかけ、ゆっくりと白湯を飲ませます。寝ている間の水分不足は血液のドロドロを引き起こし、心臓への負担を大きくすることがあります。コップ一杯の白湯を飲むことで血流を優しく整える。そして明美さんは和夫さんの手首にそっと触れ、ゆっくりと15秒間脈拍を数えました。大丈夫。翌朝から2人の生活にはいくつかの小さな変化が加わりました。朝の食卓にはカリウムを多く含むほうれん草とバナナの小鉢、減塩の味噌汁には具材をたくさん入れて汁の量を減らしました。夕食後には急に横にならず、リビングで軽い足首のストレッチを5分間だけ行う。寝る前にはぬるめのお湯で10分間の入浴。熱すぎるお湯は血圧を急上昇させるためです。枕元にはいつも常温のお水と午前3時の設定を済ませたスマートフォン。大げさな治療ではなく、日々の暮らしの中に静かに溶け込ませた小さな習慣たち、どれも身近ですぐにできることばかりでした。和夫さんは何も言わずに明美さんが出す白湯を嬉しそうに飲み干していました。1ヶ月が過ぎた頃、朝の光の中で和夫さんの表情が少し柔らかくなっていることに気づきました。夜中にうなされることも減り、朝起きた時の体が重いという言葉も聞かなくなりました。最近なんだか調子がいいんだ。和夫さんが笑顔でそう言いました。明美さんは優しく微笑み返します。あの夜の午前3時のバイブレーションが2人を静かに守ってくれたこと、そして毎日の小さな工夫が和夫さんの体に力を取り戻させてくれたこと、明美さんの目から温かい涙がこぼれ落ちました。よかった、本当によかった。大げさな奇跡ではなく、当たり前の毎日がゆっくりと戻ってきたのです。今夜も時計の針が夜の深まりを告げます。枕元に置かれたスマートフォン、それはただの連絡ツールではなく、2人の絆と健康を静かに見守る存在になりました。特別なことではありません。スマホの設定を少し見直すこと、寝る前に一杯のお水を飲むこと、減塩を意識した温かいお味噌汁を作ること。誰でも今夜から始められる小さなことです。大切な人の笑顔を守るために、あなたも今夜枕元のスマートフォンを少しだけ確かめてみませんか。静かな夜が優しい朝へとつながるように、2人の穏やかな毎日はこれからも続いていきます。